皆さんこんばんは、サイラです。今回はブレイブリーデフォルト2で3章まで進んだんですが、外とダンジョン、それぞれで各章のステータスアップのまんじゅうの効率のいい取得場所と盗むの確率について説明していきます。このチャンネルは攻略裏技検証系を扱っています。チャンネル登録お願いします。今回はだいぶ長い動画になっちゃうんですが、チャプターつけてますので、希望の場所まで飛んで視聴いただければと思います。長すぎる動画なので、本来は分割してアップするのがいいんですけれども、一つで見れた方が利便性高いかなというところで一つの動画にしています。最初に注意点の説明、次にアビリティの説明、パーティーの説明、次に盗むの確率についてのお話、最後に各章でのおすすめのまんじゅうの稼ぎ場所、こういう感じで紹介していきます。まんじゅう集めの場所ですけれども、2つの観点で紹介しています。1つ目が、1回の戦闘で複数体出てくるような小型モンスターであること。一部例外はあります。ただ基本的には小型モンスターであることを条件にしています。2つ目が、マップに多数配置されていて、周回が容易なこと。こういうような条件で抽出しています。あとは、魔物の餌を持っているモンスターいたら積極的に盗む方式で集めておくっていうのがあります。盗むやり方については前回の動画で紹介していますので、そちらをご確認いただければと思います。餌もまんじゅうも現地でその場で稼げる場所が理想ではあるんですけど、なかなかそうもいかないので、餌を落とすモンスターがいたら積極的に集めた方がいいです。今見えてる通り、40とか50とかそのぐらい持ってれば相当長い間こもれるので、ある程度の数を集めるっていうところはやっといた方がいいです。続いてアビリティの紹介になります。1つ目がレアドロップアップ。これを装備しておくと敵を倒した時にドロップするアイテムっていうのがレアアイテムになりやすくなります。パーティー4人全員装備すると 40% の確率でレアアイテムが出てきます。かつ難易度をハードにしておくとさらにレアが出やすくなりますので、これは必ず装備した方がいいです。続いて先行のきら星。こちらはコメント欄で教えていただいたんですが、夜に関して限定なんですが盗むの確率が上がります。これは後ほど紹介するんですけれども、つけているとかなり成功率上がってるっていう感じです。続いていいものを盗む。こちらを装備しておくと盗んだ時にレアアイテムが取れます。逆に装備していないとレアアイテムは取れません。必ず装備してください。4分の1の確率で通常アイテムからレアアイテムに変わる。そんな感じで考えるといいと思います。続いてむしり取る。盗んだ時に必ず2個のアイテムがゲットできます。装備してないと1個しかゲットできませんので、これも絶対装備した方がいいです。後の1枠は何でもいいんですけど、手なずけるを私は装備しています。捕獲をすると魔獣使いの強さが上がりますので、これを全員装備して最後に倒す時についでに捕獲をできたらっていう感じでつけています。これは好みで大丈夫です。続いてパーティーのジョブですが、最低3人はシーフの技が使えるようにメインかサブにシーフを入れてください。4人目に関してはある程度強いところ行くと敵の攻撃が激しくなってきて回復をしないといけないっていう場合も出てくるので、白魔導士を入れてもいいと思います。1章とか序章とかそういったところだと回復いらないと思うので、そういう場合は4人ともシーフでいいと思います。基本的には何度も盗むを繰り返すため A ボタンを押しっぱなしで戦闘すると思うので、体力が減ったら回復っていうのをやるのは結構めんどくさいので、4人シーフだったらずっと盗むを繰り返す、そういう感じがいいと思います。あともう一つ注意点があります。今同行者ゴアメルっていうのがいるんですが、これ同行者いると効率落ちます。同行者が敵を攻撃して倒してしまうんですね。盗みが終わってないのに倒してしまってそのまま戦闘が終わるっていうことがあるので、同行者がいないタイミングでやるっていうのがかなり重要になってきます。3章まで行くと店売りアイテムで盗む確率がアップするアクセサリーが売られています。これを両方ともセットすると盗む確率が 30% 上がる、そんな装備があります。なのでできれば3章まで進んでそのアイテムが買えるようになってからチャレンジするっていうのがベストではあります。そうは言っても私みたく1章で速度をマックスにしたい、あとを楽にしたいっていう場合は全然構わないです。私は盗むの確率上がるアイテムを手に入れる前にガンガン集めました。実際の盗む確率なんですけれども、仮で 10% としましょう。だいたいこのぐらいかなっていうところで 10% としています。盗むの確率がアップする装備を2つつけると 10% から 40% に上がる、そんな感じです。盗むの判定自体は2回行われてるっていう感じです。
1回目がその盗むが単純に成功するか、何も装備してないと 10%、装備すると 40%。この確率で成功するかどうかを見ています。で、その後、それが成功した後にもう1回判定があって、レアか通常かっていう判定がされます。通常が 75%、レアが 25%。よって2回成功して両方とも突破してレアの 25% まで引けたら初めてレアアイテムがゲットできる。そんな感じになっています。通常アイテムを盗み終わったとして残りがレアだけになったから 10% 盗むが成功したらレア確定とはならないみたいですね。なので通常アイテムを先に盗んだ後なかなかレアが成功しないっていうのは確率がだいぶ低くなるからっていう感じですね。レアをゲットすると考えた時に計算式はこんな感じになります。 10% のパターンで言うと30回繰り返して 53%、 半分ぐらいしかゲットできないって感じですね。100回繰り返すと 92%。以前の動画でも言ったんですが、この 10% の時に私は何度もチャレンジしているので、本当に100回やっても取れないってことがありました。何百回と盗むを繰り返してアイテムを取っているので、その関係で運が悪いと本当に100回やっても取れないってことがありました。盗むの成功率をアップする装備を装備した状態だと10回で 65%、30回で 95%。こんな感じで、だいぶ確率上がるっていう感じですね。あとは情報いただいた先行のきら星、こちらの予想ですけれども、おそらく 30% ぐらい上がってるのかなと。30% と仮定すると 70% になりますので、こんな感じの計算になります。10回やると 85%。30回で 99%。仮にこれが 30% ではなくて 50% 上がっていると考えると 90% の成功率になりますので、10回で 92%、20回で 99%。こんな感じになります。確かにかなり盗むは成功します。少なくても 70% はいっているだろうっていうところで考えています。先行のきら星ですけれども、夜でしか効果がないっていうところで、外のフィールドで戦っていると昼より逆転してしまうので、夜の時しか効果がないっていうところは悪い影響を受けます。ただしダンジョンの中、夜の状態でダンジョンに入ると時間変わらないみたいなんですよね。夜の時入るとずっと夜のまんま、そういうことになるので、ダンジョンで稼ぐときは夜の状態でダンジョンに入って先行のきら星を装備するとかなり効率よくなると思います。で、盗むの確率を上げても本当に出ないときは出ません。これは運なので本当に運が悪いと出ないですし、逆に1回目で取れるのが何度も続くみたいなすごい運がいいときもあります。なので確率がこうだから取れないのおかしいってあんまり考えずに根気よく続けるっていうのが大事だと思います。特に1個や2個取ればいいではなくって何百個って取る必要が出てくるので、本当に根気よく続けるっていう必要が出てきます。ここから場所を紹介していくんですけれども、キャラクターの育成のためにマンチをゲットすると思うんですが、戦闘中の回転数を上げるためにも速度を最優先でゲットしていった方がいいと思います。最低でも全員が200ぐらいまで上げておくと2回行動したら敵が行動する、そのぐらいになってきますので、そんな感じで速度を優先するといいと思います。これから紹介するところ以外でもしおすすめの場所があればコメント欄で教えていただけると助かります。他の方への共有にもなりますので、ぜひともおすすめがあったら教えてください。ただ4章以降のマップに関しては今回入れてませんので、3章までで行ける範囲で情報いただけると嬉しいです。それでは序章から順に説明していきます。字幕だけで表示していきます。
はい、以上で3章までの紹介をさせていただきました。まず序章についてはホーファーですね。これで速度稼ぎするのがいいと思います。その次に稼げるのが2章まで行ってしまうので、やっぱりここで速度稼ぎをするっていうのがいいと思います。もうすでに1章終盤とか、そういう場合は2章まで行った方がいいかもしれないんですけど、まだ全然そこまで行ってない場合は、序章で集めた方がいいと思います。あとは魔法の国の外で周辺に出てくるモンスター群ですね。この辺は3つ、魔法防御、回避、命中、この辺が一気に取れますので、ここもおすすめですね。さらに全部虫タイプなんですけど、虫寄せの蜂蜜も近くのアリさんから取れます。あとは魔法の国の街の中から行ける下水道のところで物理攻撃の饅頭を落とす敵が出てきます。序章と1章の間のところにも一応いるんですけど、単発なのでそんなに稼げません。ただここはいっぱい出てくるので非常に稼ぎやすいです。ただし盗むのみでしか稼げずにドロップはしないので、そういう意味で若干効率落ちます。で、合わせて魔法防御と速度を落とす敵もいます。そういう感じでだいぶ稼げるところですね。ここで物理攻撃を900ぐらいまで上げました。あとは魔導研究所、これの1階、下水道から入った次のマップですね。1階部分に MP の饅頭があります。ここまでで初めて出てくるもので MP ってすぐ乾燥するのでそんなに数いらないんですけど、いっぱい持ってると結構助かります。魔導研究所の終盤の方でギガントスっていうでっかいモンスターがいるんですけど、これが会心を落とします。で、まだ後半になるとどうなるかわかんないですけど、今のところ会心200ぐらいになってたら 100% クリティカル出てるみたいなので、そんなに上げなくて良さそうですね。これ単体なので稼ぎはちょっと悪いんですけど、200ぐらいだったら、そんなに時間かからずに稼げるかなと思います。同じく2章で正気の森にゴールデンベアっていう金色のクマさんがいます。こいつが HP の饅頭を落とします。これも初めて出てくるもので HP もすぐ乾燥しちゃうんですね。1回使うと150から300弱ぐらいまで増えるんですかね。なので数はそんなに必要じゃない。これも単体のモンスターなのですごい数稼げるわけじゃないんですけど、あっという間に乾燥するんで、これもおすすめです。すぐに9999になると思います。続いて3章ですが、フィールドのモンスターはみんなばらけててあんまり効率よく稼げないですね。ダンジョンで言うと流血っていうんですかね。ここだと入り口近くにいるエレメントタイプの敵の接触で回復の饅頭と速度の饅頭が手に入ります。このぐらいになってくると敵の攻撃のダメージが結構上がってくるので、回復の饅頭で回復力を上げておくとかなり強くなります。私は今ケアルラで3500ぐらい回復するようになっていると思います。強化前だと1000ぐらいしか回復しなかったんですが、そんな感じでだいぶ強くなっていきますのでおすすめです。速度は序章でやっていたらそんなに必要じゃないんですけど、序章はそこそこにしておいてっていう場合はここで稼ぐのもいいと思います。あとは精霊のフルーツっていうのもここで一緒にゲットできます。全部精霊タイプなので精霊の魔物の餌が一緒にゲットできるっていうところでずっと途切れなく効果が持続しますのでおすすめです。最後に真理のアギトっていうところ、これはもしかしたら3章入った直後だと中入れないかもしれないです。少しストーリーが進むと中に入れるようになるような感じだと思います。で、命中とか MP とか会心とか手に入ります。1章2章でこの辺を手に入れてなかったらここで稼ぐのもいいと思います。ここは敵がやたらいるんですよね。で、全部タイプが違うんですけれども、特定のモンスターだけ狙ったとしてもついでに連戦が発生するっていうぐらいかなり密集しています。これも結構おすすめですね。以上で全ての紹介が終わります。まだ3章ですので4章以降もっと稼ぎのいい場所あるかもしれないです。ただ3章の別のダンジョンなんですが、そこで敵の体力が6000、7000いってるダンジョンがあったので、戦闘の難易度上がってくるのかなって考えると、3章までの間でいろいろ規制の饅頭を手に入れるっていうのがいいのかなと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。